こんにちは。僕はですね、早稲田大学の6年目の3年生の最初敦義と申します。僕はですね、バングラディッシュでドラゴン桜というプロジェクトの海外版をですねやってるんですが、今日はですね皆さんにその話をシェアしたいと思います。ドラゴン桜ってご存知ですか皆さん。僕の世代に流行った漫画なんですけど、落ちこぼれの高校生が人生を変えるために東京大学に行こうっていう漫画だったんですが、僕たちのプロジェクトはそれを海外で実践するっていうことをやってます。そもそもですね、なんでこれを始めたのかと言いますと、僕がですね大学2年の時失恋したことになるんですよ。加藤茜ちゃんという子に振られまして、その時にですね、これは男として変わらないといけないと思ったんです。そのためには海外で修行しなきゃいけないと。そこで一番その時好きだったのがですね、バングラディッシュのグラミン銀行っていうところが僕大好きで、そこで修行したら変わるんじゃないかなと思ったんです。行ってみたらバングラディッシュなかなか大変な国で、アジアの最貧国らしいんですね。で、村とかでですねいろいろこういうふうにインタビューしてると、いろんな問題が上がってくるんですよ。病院とか学校とか、特に学校でですね、とにかく人口が多い国だから先生の数が全然足りないぞと。一つのクラスに70人とか80人生徒たちがたくさんいる中で、先生はですね1人頑張って教えてるんですよ、昼夜2部で。それを見てですね、なんと4万人も先生が足りないらしいってことを知ってですね、僕の中でですね一つアイデアを思いついたんですよ。僕高校生の頃ですね、成績こんな感じだったんですよ。2点。これ高校2年生の時の数2の点数なんですけど、これ以上取ったことがやばいのあるって人はぜひ後で僕のところに来てください。この点数を取った時にですね、担任の先生からお前大学はどこも行けないと言われたんですが、ある教育モデルに出会いまして、それがですねこの教育モデルなんです。じゃん。皆さん知ってます？今高校生たちって結構予備校とか行くじゃないですか。すると DVD とか映像授業で勉強してるんですよ。映像授業の中身はこんな有名教師たち、日本でも有数の先生たちが DVD の中に待ってるんですよ。このアイディアを僕予備校の時やっててですね、で1年間勉強したら大学間に合ったんですよ。これをもしかしたら途上国のバングラディッシュで投入したらどうなるかというチャレンジを僕はやってみたいんですっていうですねその時に僕のその時ボスだったユヌスさんっていうんですけど、グラミン銀行の総裁に言ったらですね、 Do it, do it, go ahead、 前へ前へ前へ、とにかくやってみろって言われたんです。わかりましたユヌスさん、そんなに言うんだったら僕やらせてもらいますということで、休学を伸ばすことを決意してですね、バングラディッシュでこのチャレンジを始めたのがきっかけでした。後からこのユヌスさん誰にでも前へ前へと言ってることが分かったんですが、まあそれは置いといてですね、バングラディッシュにもですねやっぱ有名な先生っているんですよ。英語といえばこの男クドビザハン、国語といえばこの男ガリフ・アハメド、社会といえばこの男モニカイモンみたいな先生たちがいらっしゃって、彼らのところに会いに行ってですね、今回のプロジェクトに協力してくださいっていうふうに話すと、結構ですね、なんで日本人がこんなことやってんだと、意味が分かんないけど面白そうだから協力してやるよって感じで結構収録に協力してくれるんですよ。で彼が僕のパートナーのですねマヒンっていう男なんですが、彼の故郷に先ほど撮った収録した DVD を持って行ってですね、小さい小屋にパソコンを入れまして、こんな感じで授業をスタートするんですね。これがバングラディッシュで初めての映像を使った教育モデルだったんです。募集したらこんなに生徒来ちゃったんですよ、30人。ここは一応バングラディッシュでは一つの貧しい村の中の一つなんですよね。ハムチャー村っていうんですが、こんな感じで授業をスタートしたぞと。これは僕が受けた東京の予備校の映像とほぼ同じです。ムスリムの女の子にも大人気。やっぱり映像だけだとどうしても勉強しててやる気で起きなくなっちゃう時あるので、そういう時はですねバスを借り切ってでダッカまで連れて行ってで大学を実際に見せるんです。こんな感じで。そうするとモチベーションがグワーンと伸びて、そこに映像授業をやるとこんな風になっちゃうんですよ。生徒たちダン、夜電気がない、でも勉強したいから見てください、
こういうランプですよ。中国の故事でありますよね、蛍の光で勉強するだの。怒ってるんですよ、バングラデシュで。そしたらですね、半年間彼ら勉強したら受験あるんですよ、向こうでもバングラデシュの受験。そしたらなんと僕たちの勉強した生徒がダッカ大学というですね、向こうの東大に受かっちゃったんですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。この見てください、このヘラル君のたくましい顔で。30人生徒いたんですけど18人が大学に受かったと。これはすごいぞと現地でニュースになりまして、今年はですねさらに進歩しまして、今もう3年目が終わったんですが、180人の高校生が学んでいて、このモデルで180人中皆さん何人受かったと思います？ 81 人受かっちゃった。で2人が東京大学、向こうのダッカ大学受かったということで、バングラデシュでイノベーションになりつつあるこのドラゴン桜、僕の立場がないんですよ。もうマヒンが全部やっちゃうからやることなくなっちゃったんです。でちょっとみんな就活してるぞみたいなですね感じで、僕自身はどうするんだっていう時にですね、僕の尊敬している人から、いやお前はもっと外れていいんだぞと、もうここまで来たんだったらもっと外れてきたらどうだって言われまして、そうかと、じゃあせっかくなので先生が足りない地域は他にもたくさんあるじゃないですか。だったらこれをですね5大陸でやろうということで、5大陸ドラゴン桜と名付けまして、昨年度からですねシリーズでやっております。また飛びまして、中東のヨルダン、パレスチナ難民キャンプ、難民キャンプといってももう30年経ってるんで、もう家ですよね普通に。ここの貧しいって言われてるですね女子学校、今からご紹介するのはパレスチナの難民の中ではスターみたいな数学の先生、ムハマド・サーレ。彼の授業を収録しまして、貧しい学校に持って行ってですね、こんな感じでやるぞと。ちなみにこれもパレスチナの難民キャンプでは初の映像授業だったんです。こんな感じでムスリムガールズにも大人気。いや中東だけでは終わらないと。次はどこだと思います？南米ですか？ちょっと遠かったですね。もうちょっと手前を攻めようということですね。皆さんアフリカですよ、アフリカ。アフリカは中央に位置しますルワンダ。14年前覚えてますか？ルワンダの大虐殺ってあったんですよ。あの時に随分先生たちも死にました。で先生が足りないんですよやっぱり。なので仕方ないから外国から先生を輸入したりしてるんですよね、この国は。そこでもやっぱり同じことをやります。ルワンダで一押しの科学の先生ジェラルド、もうバカの一つ覚えですよ。同じような人気講師を見つけてきて、で収録させてもらうと。ちなみにこの手前の男、ルワンダ人のパートナーでアレックスって言ってですね、3大陸最弱のパートナーと言われていてですね、見てくださいこのちょっと不安そうな顔。こんな感じでですね、虐殺のすごいひどかったギコンゴロっていう地域の学校でこういうふうにプロジェクターを使って、何せ理科室がないもんですから首都で取った科学の実験をこういう感じでやってるんですね。これもルワンダの農村部では初めての映像授業だったんです。中和実験をやってるんですよね。そして中東に戻りまして、次は皆さんガザでございます。ガザは多分今世界で一番外部者が入るのが難しい地域の一つです。こんな感じでですね壁に覆われてるんですよ。これ壁なんです皆さん。これ僕なんですけど、この大きさ分かりますか？5、6メートルある壁で囲まれてるんですよ。いわゆるですね封鎖されてるんですよね。こんな感じで延々と壁が続いていて、この中にですね皆さん子供たちがたくさんいるんですよね。で国連が頑張って教育を届けてるんですけど、この子たちに会いに行くのが大変なんですよ、この壁を越えるのが。まず第一にこういう検問を通りまして、次にこういう門をくぐってですね、でさらにこの門をくぐると、で最後にこの長い廊下を歩くとやっとガザに入れるんですね。これガザです。でこの門をくぐれるのは国際機関の国連だとか世界銀行とかそういう人たちだけで、僕は今回このドラゴン桜プロジェクトをやるっていうことで特別に入れてもらったんです。会えました子供たちに。じゃん、行くかな、来た。子供たちはどこでも元気だと。
で今ちらっと見たように国連の車で常に移動しなきゃいけなくて、当然防弾車なんですよ。この子たち大体ざっくりと小中学生27万人いるんですが、なんとですね3割が学習障害なんじゃないかっていうリサーチが出てるんですね。がしかしガザの先生たち、学習障害に対するスキル持ち合わせてないんですよ。壁の中に先生と子どもたちがいて、でスキルが不足している、で誰も入れない。これはまさに僕たちドラゴン桜チームの得意とするところなんですよ。どうするか。壁をぶっ壊すにはですね、まずは大物講師の召喚だと。皆さん、中東で学習障害といえばこの女、マヤナ先生、ヨルダン大学。中東地域でですね、いち早く学習障害の重要性に気づいて、これは私がやるしかないということでアメリカで収めてきた先生が今ヨルダン大学にいてですね、彼女をまず口説くんですよ。でこちらがですねガザサイドの知識を受け取る先生たちです。18人いるんですけど、この18人でガザの学習障害の子たちをみんな見てるんですよ。これをぶっつなげるんですよ。じゃん。今回は国連の協力がありまして、ライブでですねこのカメラとカメラで、こっちがガザ、こっちがヨルダンです。こういう感じで映像によって学習障害にどうやって対応したらいいのかっていう授業をやりました。これがまたですねインタビューしたら大好評だったんですよ。今年も続編やることに決定しております。これはガザ版ドラゴン、ありがとうございます。すみません。というわけでですね、昨年5大陸シリーズ始めまして4つチャレンジしたんですよ。バングラ、ルワンダ、ヨルダン、ガザ。今年僕早稲田最後の年であります。今年はですね、今からアイデアの候補ですよ。候補をお見せしますね。じゃん。コロンビアのゲリラ対策、コカインゲリラにいた人たちを社会復帰させなきゃいけないんです。その社会復帰コンテンツの一助にできないのかっていうのが1アイデアですね。もう一つ、リオデジャネイロでやりたいなと思っておりまして、いやもっともっと近場にはニーズがあるんじゃないか。それこそディリップさんの故郷のネパールだとかアジアにもたくさんニーズがあるんじゃないかということで、インドネシア、ミャンマー、フィリピン、ベトナムに今僕たちのチームがいてですね、ニーズはないかなと。僕の2世3世みたいなのが増産されてまして、僕たちは休学突撃隊と呼んでるんですけど、大学をですね休むんです、やつらは。で休んで名乗りを上げてその国に乗り込んでですね、誰にも頼まれてないのにリサーチを始めて、で見つけて自分たちの頭で考えてソリューションをデザインして、デザインするだけじゃないと、実践するんだと。で今日も大学生の方々いらっしゃいますよね。これ面白いですよマジで。もともと僕が教育で映像授業で素晴らしい先生たちに出会って自分自身の人生が変わったので、ああいう先生たちっていうのは世界中どこにでもいて、で大抵のケースはお金持ちの人たちに囲われてるんですよ。でその囲われている状態をどうやってテクノロジーを使ってイノベーションで解放するのか、それがドラゴン桜日本製、今世界に飛び立ってこんな感じで進化を遂げました。あと1年2年3年かかるかわからないんですけど、5大陸シリーズ終わるまではですね、僕はしばらくこの活動をやり続けようと思ってますので、ぜひ皆さんのお力を貸していただきたいと思います。ありがとうございました。